皆さんこんにちは、じゅんです。僕は今カンボジア4年目でカンボジア生活をスタートする人であったりビジネスを始める人のサポートをしているんですけども、今回はこれからカンボジアに来る人に向けて気をつけてほしいこと、知っておいてほしいことを5選話したいと思います。実はこの類の動画は以前にも何回か話したことはあるんですけど、改めて最近見てくれる人が増えてきたので皆さんにお伝えしたいと思います。まず1つ目なんですけど、これはカンボジアでの流通通貨っていうのは2種類あるっていうことです。1つ目が US ドルで、もう1つ目がカンボジア通貨のリエルになります。どっちも同じぐらい流通しているので、こっちの方が持っといた方がいいよとかは特にないんですけども、これだけ覚えておいてほしいんですけども、1ドルあたり4000リエル、ここだけはね頭の中に常に入れておいた方がいいかなと思います。たまにね、お支払いの時とかもリエルで表記されて、そういった時にね、自分の頭で計算しないといけないので、1ドル4000リエルっていうのは覚えておいてほしいです。あとお金に関することで注意しておいてほしいのが、例えば会計が10ドルとか、10ドル以下とか、そういった少額の時に100ドル渡すと受け取り拒否されるっていうことが結構あって、お釣りがないっていう時とか、そういったシチュエーションは結構ねあるので、そこだけちょっと気をつけておいてください。2つ目はビザは現地で取れるっていうことですね。僕もねカンボジア来る前っていうのは日本でビザを取得してカンボジアに来たんですけど、当時僕が初めてカンボジア来た時に調べてたら、日本のカンボジア大使館とか領事館で取った方がいいっていう記事を見て、僕は日本でビザを取ってからカンボジアに来たんですけど、そうなると申請するために大使館に行く費用と時間かかるし、受け取るための費用と時間もかかってすごい手間で、ぶっちゃけ面倒くさくて、でも実際住んでみてもろもろ知っていくと、国境とか空港で簡単にビザは発行できて、なのでわざわざ日本にいる時に大使館とか領事館行って取る必要がなかったっていう、そっちの方が楽だと思うので、ぜひねそれは知っておいてほしいなって思います。次3つ目、水道水は極力飲まないっていうことですね。プノンペンだけかもしれないんですけど、プノンペンの水道は確かね、北九州の水道局の技術っていうのが支援されていて、水道水飲めるって言われてるんですけど、たまにね砂が混じった水が出てくるとか、あと日本とその水質っていうものが違うので、慣れてないと結構腹痛を起こしたりとか体調を壊すっていうことがね多々あるんですよ。僕もね来てすぐの時に、日本と同じように水道水を飲んでたらお腹壊しちゃうとか、そういうこともあって、日本から来られる方だとついつい水道水を飲みがちなんですけど、できれば僕は水道水じゃなくてペットボトルのお水を飲むことをお勧めします。水で言うと氷も同じで、できればねあんま使わない方がいいのかなと思います。ちょっとね音声のトラブルでアングル変わっちゃうんですけど、次4つ目、これがスリに注意です。やっぱどうしてもカンボジアは今もねスリをする人っていうのがいて、被害に遭っちゃう方がいるんですけど、カンボジアに住んでいる 1% 未満かな、そういう悪い人たちがやってることなんですけど、とはいえねやっぱまだそういうスリをしちゃう人たちがいるっていうのは現状としてあって、僕の周りでもね、1年に数件ぐらいそういった話を聞くので、これからねカンボジアを旅行しに来る人たちは特に気をつけてください。どういった時にねスリ被害に遭うのが多いかっていうと、道路に面しているところで携帯触ってる時とか、そういう時にバイクに乗った人がこう通り際にパッて取っていく時とか、あとはトゥクトゥクで移動中とかにもねリュックをこう横から引き抜かれたり、あとは携帯とかそういったものをね取られたりっていうことはよく聞くので、基本的に道路に面した場所で携帯を触らないこと、あとはトゥクトゥクの移動中荷物とかはもう目の前に抱えて持って、携帯は基本触らない、これがね自分がスリ被害者にならないためのできることなのかなっていうふうに思うので、そこら辺はぜひねこれからカンボジアに来る人は気をつけてください。個人一人一人の意識の問題っていうか、それでね防げることだと思うので、これからカンボジアに来る人たちは気をつけてください。次最後5つ目、これ移動はグラブが超便利です。カンボジアは大体ね移動手段がトゥクトゥクを使って移動するんですけど、その時にすごい便利なのがグラブアプリなんですよね。首都プノンペンの街自体もすごいちっちゃいし、トゥクトゥクで15分20分とかで回れちゃうような、そういったすごいコンパクトな街なので、グラブアプリっていうものを取っておいていいのかなと思います。グラブアプリを取ることによって何がいいかっていうと、
値段交渉する必要がなくなること、あとは目的地の間違いがなくなるっていうことなんですよね。アプリ上でね、自分で行き先を決めて、で金額も表示されるので、基本的にね目的地が変わっちゃうっていうことがないので、そこら辺はね結構便利かなと、安心かなと思います。特にね旅初心者の人とか不安が多い人はもう事前にグラブを取っておくことをお勧めします。一つ注意点が、グラブはね携帯番号が使える場所じゃないと登録ができないので、事前に日本にいる時に日本の携帯番号でグラブアプリを登録しておくか、カンボジアに来た時にカンボジアの SIM を買ってカンボジアの携帯番号でグラブを登録するか、そのどっちかをねしないと使えないので、そこら辺は気をつけてください。なので日本の SIM でカンボジアに来て、その SIM でグラブを登録するっていうのはできないので、そこだけちょっと気をつけておいてください。そんな感じっすね。他にも細かいこと言えばもっといろいろあるんだろうけど、とりあえずねこれだけ僕は事前に皆さんに伝えておきたいかなっていうのをピックアップしたので、今回話したことを頭に入れておいてもらえれば、カンボジアの旅行っていうものはすごい楽しめるんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。